皆さんはじめまして、ミキと言います。子供3人を持つアメリカ在住の専業主婦です。これから少しずつ、世界的なイシューであるフェミニズムや家庭における女性の役割や立場について皆さんと考えを共有していけたらと思います。早速ですが、今日のテーマはフェミニズムの化けの皮を剥がせです。皆さん、フェミニズムといえばどんなイメージを思い浮かべますか？ガールズパワーとか、トップレス運動とか、これは男性は上半身裸で外を歩いて道を歩けるのに、なんで女性は下着をつけないといけないのかと言って男性と同じことをさせろという、そういうことを訴えたものでしたよね。これが女性の価値を上げる運動なのか、私にとってはちょっと意味不明ですが、単なるお騒がせ集団かなというふうにも思います。フェミニストの論理としては、フェミニストが最も嫌うものは何かというと、家父長制ですよね。その論理は、家父長制というのは男性、お父さんが家族の頭となっている、そういう家庭のその形態を言いますよね。その家父長制が続く以上、女性には本当の自由はないと。家父長制の中では、女性は絶対に劣等であって、劣悪であって、抑圧されて、搾取されているんだ。という、そういう考え方です。で、男性は潜在的な抑圧者だから。というふうにフェミニストたちは主張しますね。ですがそこで、いやいやいや、私は、家庭を持って家庭の中でお父さんを頭として立てて、そして家族を営んでいると、これで十分自分は幸せだよと、そういうふうに家父長制がいいんだという、そういう女性たちに対して、そしてそういう女性たちに対してフェミニストの人が何て言うかというと、いやいや、それはあなたの錯覚だと、洗脳されてるんだよと。彼女たちによると、家父長制の中で幸せに生きていると主張するそういう女性たちは、まだその家父長制から抜けきれていない、愚かな洗脳されたかわいそうな女性だというんですね。錯覚の中でどんなに抑圧されて劣悪な存在として生きているかを知らずにいるかわいそうな女性たち。だからその女性たちをそこから覚醒させて救い出さなければならないという、そういう使命感すら彼女たちは持っています。ですが、はっきり言って、私も20年間、専業主婦してますけれども、はっきり言って迷惑な話だなというふうに思います。もちろんフェミニストの彼女たちがそう考えるのは自由ですけれども、ですが、なぜ彼女たちはああも堂々とこう女性の代表だみたいな顔してそういう話をするのか、私にはちょっと理解不能です。なぜならば、私たちが選挙で彼女を選んだわけでもないし、女性の代表として立てた覚えもないわけですから。そもそもどちらが錯覚でどっちが洗脳されてるのか、それに対して、それに対して出せる証拠も彼女たちは持ってないというふうに思います。家父長制というものが実際私もそうだったんですけれども、どこか DV とイメージがつながってしまうのが少し問題だなというふうに思います。ですが、これも一種、メディアが作ったイメージなのかなという気もします。もちろん DV は犯罪ですよね。それは決して許されるものではないと思います。ですが、家父長制イコール DV じゃないし、家父長制イコール抑圧でもありません。家父長制だからといって必ず DV があるわけじゃない。逆に私のように家父長制の家庭でごく平凡に暮らしている女性の方が多いんじゃないかなと思います。なのになぜ愚かで錯覚の中に生きていると、すべての女性のその利益の幸せの鑑定家であるように、こう鑑別する、そういう鑑別人であるかのように、どうして彼女たちに決めつけられなければならないのか、わかりません。さて主題に戻りましょう。
もともとフェミニズムは、女性の自由と権利を求めた女性の参政権を始まりとして起こった運動でした。女性が政治に参加する権利、投票する権利ですよね。それはフェミニズムの始まりだったわけです。ですが、だんだんと、最近のフェミニズムはどうですか？一体いつからフェミニストは男性嫌悪の集団と化してしまったのか。男性対女性の対立構造にフェミニズムは姿を変えたんでしょうか。今世界で起こっている、特にお隣の韓国で、社会的イシューとなっている、フェミニズムですね。男性を憎み、憎まれた男性は逆に女性を憎み返す。こういうこの対立、この分離構造、これ皆さんどこかで見覚えありませんか？そう、この構造、マルクスが唱えたブルジョワとプロレタリアの階級闘争とそっくりです。マルクスは何と言いましたか？君たち労働者はブルジョワジーに搾取されていると言って、貧民たちを扇動し、彼らの嫉妬心をかきたてました。今起きているフェミニズム運動はマルクス主義のこれと一体何が違うんでしょうか？支配者と非支配者、抑圧者と非抑圧者。マルクスはこれを経済構造での階級闘争として説きましたが、フェミニズムはこれと同じことを男性と女性という性別でもって行っているに過ぎないわけです。フェミニズムはすなわち共産主義の亡霊であります。経済構造での階級の闘争、階級間の抑圧がこれ以上通用しないことを指した共産主義が姿を変えたものに過ぎません。共産主義の悲惨な大失敗の後、彼らが次に目をつけたものがアイデンティティでした。そしてアイデンティティを持つグループ間への抑圧、闘争、葛藤、抑圧、この形態へと変貌していったわけです。それがポストモダニズムであり、文化相対主義です。これらすべて共産主義の亡霊です。男女であったりとか、同性愛、ジェンダー同士、そして人種など、それらを対立関係として、葛藤関係として、一般の市民たちを抑圧していきました。問題は、この思想がすでに世界に蔓延していることです。共産主義の恐怖は私もよく知っています。ですが、今の若い子はどうでしょうか？きちんと教育がなされているのか、それも、心配です。ですが実際、共産主義政権が100年でどれほどの人間を殺戮したか、皆さん知ってますか？1億です。共産主義は倒れましたが、その亡霊は未だに生き延びていることを私は確信します。皆さん、フェミニズムでは答えは出ません。また違う対立関係を生むだけです。そしてその対立関係は私たちの生活を脅かします。欧米にフェミニズムがもたらした利益は一体何ですか？深刻な家庭破壊、少子化以外、一体何があるんでしょう？私たちを本当に抑圧し脅かすものは誰でしょうか？マルクスが言った資産家でしょうか？それともフェミニストが唱える、フェミニストが言う男性でしょうか？いいえ、資産家だから悪いのではなく、男性だから暴力を振るい、性犯罪を起こし、殺人を起こすわけではありません。女性の中にも暴力を振るい、性暴力、そして殺人を起こす人がいることを私たちはよく知っています。社会的犯罪の原因は性別や階級ではなく、その個人の問題です。
私たちを本当に脅かし、抑圧するものは人口の 5% に存在するというサイコたち、いわゆるサイコたちですよね。ですがそのサイコの中には男性もいますし、女性もいますし、お金持ちもいますし、貧困層の人もいるわけです。その人たちが私たちの生活を抑圧し侵害するのであって、男性という性別でも資産家という階級でもないことを私たちは明確に理解する必要があると思います。日本ではフェミニズムが欧米や今の韓国のように深刻なイシューとして話題になってはいませんけれども、世界で多くの今問題を巻き起こしているこのフェミニズムが、世界でこういうふうに問題になっている以上ですね、日本も決して他人事ではないと私は思います。私は一人の女性として、そして妻として、母として、これから皆さんといろいろなお話を共有していけたらと思います。特に、家庭の中でですね、お母さんとして、そして、妻として一生懸命歩んでいらっしゃる主婦の皆さんとコミュニケーションができたら嬉しいです。とても堅苦しい話でしたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。ありがとうございました。ではまた次の時間にお会いしましょう。